これ麺作ってんだよね。ちょっと待って、牛が石臼引いてる。この製造工程がね、インドネシアの無形文化遺産になってるんですよ。そうなの？でもさ、世界中の人がこの麺のことを全く知らないよな。はい、着きました。着きました。私たち今どこにいるんですか？ジョグジャカルタの郊外の方に来ました。はい。バイクで何分ぐらいかかった？4、50分？そうですね。ちょっと田舎の方に来ましたけど、私たち何を求めてここまで来たんですか？ミーレテクという麺料理。そうです。このミーレテックという麺ですけど、ジョグジャカルタの名物の麺なんですよ。ジャワ島でもこの周辺でしか食べられないような伝説の麺なんですね。そうなんですか？はい。うわ。で、このレストランですね、ここら辺ではすごく有名なミーレテックの専門店、ミーレテックジョーさんというレストランなんですけど、すごい雰囲気いいですね。すごい雰囲気。びっくりしたね。一面田んぼで。そうなんですよ。左右を田んぼで囲まれているポツンと一軒レストラン。料理も美味しいんですけど、この雰囲気も素晴らしいミーレテックのレストランでございます。ちなみにですけど、今日何時にホテル出ました？朝7時ですね。今何時ですか？もう昼過ぎになってます。そうなんですよ。もうランチになっちゃいましたよ。なんでこんな時間かかってるんでしたっけ？このミーレテックの麺工場の見学に行ってきたんですよね。そうです。噂には聞いてたけど、びっくりしたな。びっくりした。なんかもう圧倒されちゃったね。言葉が出なかったよな。とりあえずその時の映像を見てもらう。そうですね。じゃあその時の映像どうぞ。はい。すごいところに来ましたけど、圧倒されてます。こんな大変な思いして作ってるんですね。すごいな。で、臼あれ1トンぐらいあるらしいよ。1トン、いやーすごい重いじゃん。だからさ、牛の背中、コブができててね、ちょっと痛々しいけど、これがジョグジャカルタの歴史のあるミーレテクっていう麺だから。いやーすごい、感謝して食べないと。そうちょっと感動して涙出そうだよな。神々しいよな、本当な。神々しいわ。ちなみにさ、この麺の原材料何か知ってる？キャッサバ粉でしょ？そう、タピオカってあるじゃん。あれもキャッサバから作られてるんだよね。そうなの？で、これを麺状に成形していくんですね。いや、まだ早いですね。この後、この生地を平らにして足で踏みつけるんですね。うどんの作り方と一緒じゃん。似てるよな。ああやってやるんだね。細かくやってる、丁寧に。やっぱ音楽かかってるけどさ、音楽重要だよ。俺がもしこの仕事をして足踏みするんだったら、やっぱ音楽マイケル・ジャクソンとかビリー・ジーンとかかけたい。ほんと讃岐うどんみたいな。で、踏みつけられた生地をナタのようなね、でっかい包丁でサイコロ状に切っていくんだよね。これも手作業なんだね。なあ、大変だよな。なんか紙粘土作ってるみたいな。紙粘土？いや、それ食べ物じゃねえから。でっかい豆腐を切ってるんですよ。ああ、そうだね。これを高温の窯の中に入れて蒸していくわけですね。これですね、
すごい、この釜、そうこれで釜蒸し器、蒸し器、この中にさっきの牛が引いたキャッサバ粉、それを練ってブロック状にしたものを敷き詰められてるわけですね。すごいすごい大きな冷蔵庫というか地獄の門みたいだよな。いや、薪のすごいいい香りもする。あ、もう香ばしい、うチャコールの香りがしてだ蒸し焼きというか、いぶされてるのかもしれないよね、中でね、サウナ入ってるみたいな。あ、そう、今麺の生地が整ってます、整ってます。この地獄の釜の中で。千と千尋の釜汁住んでそうな。あ、そうねあなたの下、今煙もくもくのところ、そこにいそうだわ。でも本当なんかそんなノスタルジックというかさ、ジブリの世界に迷い込んだような本当そんな感じ。雰囲気あるよね。高温の釜の中で2時間たっぷりと蒸されたのがこちらになります。はい、白い豆腐のような生地が薄汚れたこんにゃくみたいになりましたミーレテックってさ、汚い麺っていう意味なんでしょ。そうだからこれが名前の由来なのかもしれないね。でも代わりに保存料とか一切入ってないから完全オーガニック。名前変えた方がいいんじゃないの。絶対名前変えた方がいいよなで、やっとこれを麺状に形成していくわけですね。と思うじゃん。また牛来ちゃうからまた練り込むんだから。最初に1時間石臼引いてまた石臼引くの。そう、新たなキャッサバ粉を追加して練り込むこと約1時間。ねっとりした茶色い生地が少し乾燥した白い生地になったら完成ですよ。ていうかさ、麺作り始めてからここまで何時間かかってる？約5時間ぐらい。やっと麺の形になりますよ。長かった。長かったから。これが製麺機ですね。はい。さすがにここは製麺機は使うんですね。いや、この量の麺手で切ってたら日が暮れちゃうから大変すぎるだろなんか見た目日本そばに似てるね。あ、似てるね。さらしなそばみたいな。でもね、ミーレテックは生麺じゃなくて乾麺だから。じゃあこれを乾燥させればミーレテックの完成ですね。このセリフ何回言ったかちょっと分かんないけど、まだ早いですね。また蒸しますまた釜の中に出戻りです。牛も2回登場して釜も2回登場するとは思わなかった。予想外だよな、あとね、蒸した後に長時間寝かせるみたいなんだよね。そうなの。そこまでやってやっと 90% ぐらいミーレテック完成するみたいだよ。すごいね。すげえな。じゃあちょっと外行ってみますか。はい。すごい。できた麺はここで干されるんですね。そう。これ多分昨日作ったやつ、一昨日作ったやつとかをここで今天日干ししてるんだろうね。相当の量を1日で作り出すというのがそうだね、伝わりますね。ここら辺の地域、村、ミーレテックのこの伝統的な村なんだって。あ、そうなんだ。ここら辺でしか多分作ってないんだと思うんだよね。だからこの工場も1日に相当な量を作るし、それにしてもすごい需要があるんだなって思うよね。すごいわ。とりあえず工程とかも人の労力とか牛の労力とか。だからミーレテックいつもありがとうねということで、ジョグジャカルタの人ね、暇な時牛に餌あげに来てくれるとね喜ぶと思います人参食うの分かんない。牛って何食うの？草か貝場か。じゃあそんな感じで、レストラン戻りますか。はい、そうですね。戻ってきました。戻ってきました。やばいな。すごかったでしょう疲れたね、ちょっとね。ちょっと疲れた。もう腹ペコでしょ。ちょっとお腹空いてきちゃったやっと食べられますよじゃあとりあえずその注文した料理紹介してもらっていいですか。はい、こちらがミーレテックゴレン。はい。ゴレンというのは何ですか？炒める。はい。ミーレテックを炒めたインドネシア風焼きそばですね。私たち日本人はインドネシア料理といえばナシゴレンとかミーゴレンとか、すぐ思い浮かべるので、それのレテックバージョンだと思えばいいわけですよ。炒めた料理ですね。はい。なんか普通のミーゴレンはさ、ケチャップマニスとかで甘じょっぱく味付けするじゃん。でもそれケチャップマニス入ってないっぽいよね。塩焼きそばみたいなね。じゃあすいません、その隣にある料理何ですか？ミーレテッククワメラ。はい。クワメラってどういう意味ですか？クワがスープ、
はい、メラが赤いという意味ですね。そうですね。赤いスープのミーレテック、ちょっと辛そうですね。辛そう。よだれが出るような。もう辛いのに目がないので。そうだね。まさかそれケチャップの赤い色とかパプリカパウダーの赤い色っていうわけではないと思うのでまあ唐辛子が入ったミーレテッククワメラでございます。美味しそう。まあそうですね。じゃあすみません、長々と今日の朝からお待たせしました。やっと食べられますミーレテック。はい、あの工場を思い出しながら、あの牛たちを思い出しながら味を噛み締めてください。はい。何から食べます？じゃあミーレテック5連から。ああ、行きますか。ちょっと大事に食べますわ。はい。噛み締めてるね。美味しい。美味しいですか？もう個人的なさ思いもそこに乗っかってるでしょ。あの工場を見学した後だから身に染みて、うん、涙が出そう。そんなに美味しい。美味しい。春雨みたいな感じで、あ、春雨の味に似てる。うん、キャッサバ、芋から作られてるから芋の甘み。あ、本当に、うん、あ、じゃあ春雨に似てる味なんだけどキャッサバの芋の甘みを感じるんだ。うん、春雨の味をもっと濃くしたような2倍に濃縮したような春雨。旨味が強いんだね、キャッサバとかの。味付けどんな感じだ？味付けはね、塩コショウとかで、結構シンプルで、塩焼きそばみたいな。あ、本当塩焼きそばみたいなんだ。見た目通りだね。ケチャップマニスとかちょっと甘じょっぱい感じではなく、素朴な味、それがミーレテックの味を引き立ててくれるのかもしれないね。ね。で食感もすごいもちもち。ああ、やってあって、キャッサバってタピオカの原料だからね。ああ、だからか、すごいプルプルでもちもち。もうすごい、もう弾力が強い。どのぐらいもちもちなの？日本だと餅とかさ、なんかいろいろあるじゃん。日本だとわらび餅とか、あ、もうそんな餅じゃんあれ。あ、もうそんなに弾力強いんだ。やっぱ踏みつけまくってたじゃん、ね、あれがそのレテックのコシを生んでんだろうね。この食感を生み出してるんだ、あのひと手間が。そうだよ。うわ、美味しい。止まらない。じゃあすみません、あ、すみません。いいですよ。止まんない止まんない。隣のクワメラ。クワメラ行ってみます。うわ、辛そう。うまそう。うまそう。美味しそう。ね。色が素晴らしいですよ。やべえ。やば。うま。めっちゃうま。そして辛い。辛くてうめえ。なんかね、トマト入ってたんだけど、トマトが効いててサンラータとか、ちょっと酸っぱい辛いヌードルスープ、あ、そんな感じなんだ。で濃厚でね、美味しい。やばい、もうあなたの好きな味なんだ。で麺が結構トロトロなってる。トロトロ。あ、もうスープで、多分スープ染み込むのが得意なんだろうね、レテックって。染み込んでる麺に鶏だしだ。鶏だしが効いてる。あ、本当に、もう表情を見ればもうあなたのお気に入りなのかすぐ分かりますけど、あなたゴレンより好きでしょ。ゴレンより正直。キャベツとかいろいろな野菜も入ってていいよね。海外にいるとさ、ビタミン不足というかさ、野菜不足に陥るじゃん、ね、私たちも例外なく肉ばっか米ばっか食っちゃうけど、これはさ、レテックもさキャッサバじゃん、言ってしまえば野菜みたいなもんだよ。あ、そっか、あ、食べ続けると辛い。だって一応唐辛子5本にしてもらったんだっけ。5本だからね、激辛っていうわけでもないからね、ちょうどいい辛さ。食が進む辛さです、止まんないね。うまっ。デリシャス。美味しい。クワメラ最高です。最高ですか、エナスカリーですか。エナスカリー。でもちょっと辛くなってきた。辛くなってきた。そういう時はもうあれですよ、エステですよ。あ、エステ。ちょっといただきます。でエステもさ、ちょっと甘いじゃん。マニス。はい。だからその辛いものを食べた時にやっぱ甘いもの。いや、すごい。やっぱこの組み合わせは東南アジアの人共通なんだな。止まれませんわ、これは。止まりません。美味しい。
万が一そこまで美味しくなかったとしても、あの工場の映像を見た後にこれ美味しくないですなんて言えねえよ。いや感謝していただいてます。はい、うんマジで美味しいんですよ。マジで美味しい。うまっ。 In bahasa Jepang enak sekali. 超美味しい。 Choice. Yes。 超美味しい。なんすかそれ。お店の人にご好意でいただきました、ウェダンジャムという飲み物です。ドリンクですね。はいレモングラスがいっぱい入ってる。すごいね。4、5本ぶっ刺さってるね。あと生姜、うすごい大きい生姜。ん。ゴロッとお中に丸々入ってた。あとライム。うん。あとこの梅干しみたいなのがタマリンドかな。すごいいっぱい入ってた。すごなんかハーブティーみたいな感じなんだろうね。いね。とりあえずちょっといただいてみます。はい。ちょっとあったかい飲み物なんだね。美味しい。うまい。うまいなってもんじゃない。も本当。うごく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 飲める。そんなごくごく飲むもんなの。いや私は大好き。レモングラスの風味、あと生姜、タマリンドの甘さがもうすごい。合体してる。日本でもちょっとやるで蜂蜜生姜とか。あ、風邪ひいた時とかね。もうあのレベルの濃さじゃないから。もっと濃いの。濃いからすごい濃いから、それにタマリンドの甘さ、フルーティーさ、いやこれは美味しい。あー美味しい。ごめん美味しいしか言ってない。震えちゃうんだけどカメラ持つて。すごいジュースみたい。ポカリセットみたいに飲んでるもんね。